こんにちは。今日は茶道でも使われる薄茶の立て方をお伝えいたします。一緒に美味しい薄茶を立てていきましょう。では今から美味しい薄茶の立て方をお伝えしていきます。薄茶を立てる際に必要な道具をまずはご紹介していきます。まず大切なのはこの抹茶茶碗です。私は今日は赤肌焼きの大塩正人窯の奈良絵と呼ばれるこちら鹿の絵が描かれたお茶碗をチョイスしました。もしお家に抹茶茶碗がなければカフェオレボウルで代用できます。そしてもう一つ欠かせない道具が茶筅です。国内産の茶筅はほとんど奈良で作られておりまして、その奈良で500年近くにわたって茶筅が作られ続けています。お茶を立てる際に欠かせない道具がこの茶筅になります。そしてお抹茶です。お抹茶は薄茶のお抹茶をお選びください。おすすめは日本産、京都の宇治のお抹茶をおすすめします。そしてこれは意外と知られてないんですけれども、お抹茶を立てる際に重要なのが実はお抹茶をこすことです。その際に使うのがこの茶こしです。お抹茶を立てる直前にこのティースプーンを使ってお抹茶をすくい、茶こしを使ってしっかりお抹茶をこしてからお茶を立てていきましょう。では早速今からお茶を立てていきたいと思います。まずお茶碗ですね。最初お茶碗はまだ冷たいのでここにお湯を入れます。お湯を入れるのはお茶碗を温めるためです。じゃあまずはお茶碗にお湯を入れていきたいと思います。お湯の量はお茶碗のだいたい3分の1ぐらいですね。お茶碗をしっかり温めます。こうすることでお抹茶をこの後立てた後にお抹茶が冷めにくくなります。そしてお茶碗にお湯が入っている状態で茶筅を持ちます。茶筅の持ち方は親指、人差し指、中指、3本指でつまむようにして持ちます。左手でお茶碗をしっかり支えながら、まずはお茶碗の中にお湯が入ってますので、その中に茶筅を入れてシャカシャカと茶筅を振っていきます。こうすることで茶筅の穂先が熱で柔らかくなってお茶をこの後攪拌しやすくなります。茶筅を振る際は茶碗を時計に見立てて12時と6時方向上下に大きく縦に振っていきます。ある程度茶筅が振れましたら、茶筅は一旦置いてお茶碗の中のお湯を捨てます。お湯を捨てましたら茶碗が濡れてますので布巾などでしっかり拭っておきます。この際に水滴が残らないようにしっかり拭きます。もし水滴が残っているとお抹茶を入れた際に水滴が付着してダマになる原因となります。お茶を立てる準備が整いましたので、まずはお抹茶を入れていきたいと思います。お抹茶は小さじティースプーン1杯ぐらいをお茶碗に入れていきます。茶こしにお抹茶を入れましたらティースプーンでこしていきます。しっかりこしておくことでお抹茶のダマがなくなり、滑らかなお抹茶に仕上がります。お抹茶がこせましたら、この後はお湯を入れてお茶を立てるだけです。きめ細やかなお抹茶に仕上がりました。今からお湯を入れていきます。お湯はだいたい80度ぐらいのお湯を使います。80度ぐらいのお湯を 50cc 前後入れます。
お茶碗によってはお湯の量が、分かりづらくなると思いますので、初めてお抹茶を立てる方は、お湯をスケールなどで測ってお茶を立てていただけると分かりやすいかと思います。ではお茶を立てていきます。茶筅は先ほどお伝えしたように、親指、人差し指、中指、3本指でしっかりつまんで、左手でお茶碗をしっかり支えながら、最初は粉とお湯を少しなじませます。最初粉とお湯が分離してますので、茶筅の穂先を使って軽くなじませていきます。しっかりお抹茶の粉とお湯がなじみましたら、先ほどお伝えした通り、茶碗を時計に見立てまして、12時と6時方向に大きく縦に振っていきます。コツはですね、茶筅の穂先がお茶碗の底に軽く当たるように振っていきます。押し当てると茶筅が傷みますので、優しく撫でるようなイメージで大きく振っていきます。だいたい20秒前後しっかり上下に振っていきます。大きな泡ができていきますので、この大きな泡を徐々にきめ細やかくしていきます。少しずつ茶筅を浮かしていきまして、今度はアルファベットの W の字を描くように上下に振っていきます。少しずつ茶筅を上に上げながら、最後はスピードを若干緩くして表面部分だけを優しく撫でるようにしていきます。最後仕上げは茶筅をひらがなののの字を書くようにして上げます。これで完成です。では薄茶の飲み方をお伝えしていきます。薄茶はご自身で立てましたら、お茶碗を回す必要はありません。ゆっくりお茶碗の正面を眺めながら、左手の手のひらでしっかり乗せて、お茶の温かみを感じながら、まずは一口飲んでみてください。お抹茶はごくごく飲むというよりは、少しずつゆっくり飲むのがおすすめです。薄茶を一回飲んでみます。このようにしながら少し音を立てながら、空気を吸い込むようにして飲んでいただきますと、お茶の香りが口の中に広がって、すごく味わい深いです。お茶の苦みとお茶の旨みですね、そのバランスがとても美味しいので、ゆっくり、お召し上がりいただきながら心を落ち着かせていきましょう。最後飲み切る際はこのように吸い切っていただきますと、お茶がきれいに飲めます。以上が美味しい薄茶の立て方です。ぜひご自宅で実践してみてください。次の動画でまたお会いしましょう。